2002年の1月10日午後3時50分頃の神奈川県横浜市瀬谷区の県道でした。走っていた大型トレーラーから突然左前輪が外れて転がっていったのです。重さ約140キロのタイヤが勢いよく歩道へ向かって飛び込んでいきました。そこにはベビーカーを押し、幼い子供たちと歩く29歳の母親がいたのです。直撃を受けた彼女は命を落とし、子供たちは傷を負いながらも生き残りました。これは単なる事故ではなく、23年間に及ぶ組織的な隠蔽が表に噴き出した瞬間でした。戦後、日本の復興を牽引し、かつて技術の三菱と呼ばれた世界的メーカーです。三菱重工業を母体に持つその輝かしいブランドの裏で何が起きていたのか。実は1977年から顧客からのクレームはなかったことにされていたんです。重大な不具合の兆候や危険のサインは社内に残されながら十分に扱われてきませんでした。なぜ23年間もの長い間、誰もこの危険な隠蔽を止めなかったのでしょうか。数万件にも及ぶ顧客の切実な声はどのようにして闇に葬られたのでしょう。これは一人の悪人が暴走したのではなく、組織の沈黙が引き起こした悲劇です。沈黙の連鎖が積み重なった結果、最終的に人の命を奪う結果へとつながりました。その組織的な隠蔽システムは1977年に静かに産声を上げていたのです。1977年、三菱自動車の社内である奇妙な管理慣行が静かに始まりました。公開する情報と絶対に外に出さない情報を明確に分けて管理する仕組みです。秘匿や保留を意味する H の印が付けられた書類は特別な場所に集められます。それが後に社内で H ファイルと呼ばれることになる極秘の束でした。表向きには存在しないはずのファイルが2つの引き出しに分けられていきます。日本の道路運送車両法では、製品の欠陥が疑われた場合の報告が義務です。メーカーは速やかに運輸省へ報告し、リコールを実施しなければなりません。しかし三菱では、その報告義務が十分に果たされない状態が長く続いていました。一つの不具合報告書が二つの引き出しによって運命を分けられます。一つは公の表舞台へ、そしてもう一つは深い闇の底へと沈められました。この二重管理は特定の個人が勝手に作り上げたものではありませんでした。誰かが仕組みを始め、誰かがそれを引き継ぎ、組織の中で黙認されていったのです。組織の中で少しずつ、そして確実に沈黙の重みが積み重なっていきました。誰も異を唱えないまま、この隠蔽の慣行は世代を超えて継承されていきます。そして1992年以降、大型車の足元で致命的な異変が多発し始めました。1992年以降、三菱製の大型車でハブの破損による事故が相次いでいました。金属製のハブが割れ、走行中にタイヤが突然脱落する極めて危険な現象です。しかし会社側は一貫してユーザーの整備不良という主張を繰り返しました。設計上の欠陥の可能性は十分に検証されず、整備不良という説明が続けられました。先送りにされた危険のサインは2000年の夏に突然暴かれることになります。2000年7月、内部告発をきっかけに運輸省が三菱自動車へ立ち入り、検査に入ります。社内で保管されていた資料の中からついに H ファイルが発見されました。そこには1977年から蓄積されてきた膨大な隠蔽の記録が眠っていたのです。
数万件に及ぶ顧客から寄せられたはずの消えた声が白日の下にさらされました。ハブの破損からブレーキの不具合まで、あらゆる欠陥がそこに記されていました。ハブの破損やブレーキの不具合など、あらゆる欠陥の隠蔽に日本中が震撼しました。メディアは連日このスキャンダルを報じ、三菱自動車への批判が殺到します。しかし、これほど大きな社会的制裁を受けながらも、業理は治りませんでした。最も致命的であった大型車のハブの欠陥対応は、なおも先送りされたのです。なぜ、これほどの批判を浴びながら、組織は沈黙を守り続けたのでしょうか。2度目の隠蔽発覚で大批判を浴びたにもかかわらず、対応は遅れ続けました。最も危険なハブの欠陥に対する抜本的なリコールは実施されなかったのです。未処理の技術報告書は役員会議室の片隅で静かに放置されたままでした。会社を守るための先送りがさらなる悲劇の種をまいているとは知らずに。この沈黙の背景には、日本の大企業が抱える特有の病理が潜んでいました。リコールを出せば会社のイメージが落ちると上司は部下に告げました。売上への影響を恐れるあまり、不具合を指摘することはタブーとされたのです。日本の大企業に深く根付く出る杭は打たれるという同調圧力の表れでした。異を唱える者は組織への反逆者とみなされ、排除される空気が支配します。個人の良心よりも集団への忠誠が優先される構造が完全に完成していました。夜遅くまで明かりが灯るオフィスビルで、社員たちは葛藤を抱えていました。おかしいと気づきながらも、組織の論理に絡め取られて沈黙を選んだのです。これは三菱だけの問題ではなく、高度経済成長期から続く構造的な病でした。集団への忠誠が個人の倫理を麻痺させ、危険な車を路上に送り出し続けます。そして2002年1月10日、あの恐れていた悲劇が再び繰り返されました。2002年1月10日の午後3時50分、横浜市瀬谷区の県道での出来事です。走っていた大型トレーラーのハブが破損し、左前輪が突然脱落したのです。転がった140キロのタイヤは、ベビーカーを押す29歳の母親を直撃しました。2000年の隠蔽発覚後も、ハブ欠陥への対応が遅れたことで、防げた可能性のある事故でした。一人の母親の尊い命が奪われたことで、三菱は一気に追い詰められていきます。事故を起こしたハブと同型の部品について、以前から複数の報告がありました。社内のデータベースには、危険を示す警告マークがついた文書が残されていました。しかし、国への報告も適切なリコールも一切行われていませんでした。不都合な記録はすべて握りつぶされ、真実は再び引き出しの奥に眠ったのです。しかし、三菱の沈黙が引き起こした悲劇はこれだけにとどまりませんでした。横浜の事故からわずか数ヶ月後の2002年10月19日、山口県でのことです。クラッチ系統の欠陥を放置された大型貨物車が制御不能に陥りました。車両は道路脇の構造物に激突し、運転していた39歳の男性が死亡したのです。この事故でも当初は整備不良が疑われましたが、後に欠陥の放置が再び命を奪う結果につながったと見られていきます。相次ぐ死亡事故を受け、ついに司法のメスが経営陣の元へと入ることになります。2004年5月、横浜の事故をめぐり、三菱ふそうの元幹部らが逮捕されました。さらに6月には、元社長の川添克彦らも業務上過失致死傷の容疑で逮捕されます。リコール隠しは
ついに経営陣の刑事責任を直接問う段階へと進んだのです。大企業のトップがリコール隠しで逮捕されるのは極めて異例の事態でした。かつての栄光は完全に失われ、本社前には連日多くの報道陣が集まりました。ビカメラが殺到する本社の前を社員たちはうつむいて歩いていきました。誰一人としてカメラを見上げず、無言のまま足早に通り過ぎていきます。かつて技術の三菱と誇った看板は隠蔽の三菱と報じられるほど大きく傷つきました。組織の崩壊はブランドの信用だけでなく経営そのものをも直撃します。そして市場は沈黙を続けた大企業に対して冷酷な審判を下したのです。2004年4月、提携先のダイムラー・クライスラーが追加支援の見送りを発表します。この決定はすでに経営危機に陥っていた三菱にさらに重くのしかかりました。翌日の株式市場で株価は急落し、市場の評価は一気に厳しくなりました。かつてトヨタや日産と並び称された名門メーカーが崩壊の淵に立たされました。23年間も隠し続けた嘘の代償はあまりにも大きく、そして重いものでした。巨額の賠償金の支払い、ブランドの崩壊、そして容赦のない従業員のリストラです。H ファイルに隠されていた23年間の嘘の代償が一気に噴き出しました。秘密を守るために築いた隠蔽システムが結局は会社そのものを大きく揺るなしたのです。三菱グループの緊急支援と日産自動車の資本参加により会社は生き残ります。しかし、それから12年後の2016年、悪夢のような歴史が再び繰り返されました。2016年、三菱自動車は再び燃費データの不正操作というスキャンダルに揺れます。少なくとも1991年頃から法と異なる不適切な方法で測定を続けていました。対象車種は62万台以上に及び、かつての教訓が生きていないことを示します。組織の体質というものは逮捕や制裁、処罰だけでは簡単には変わりません。制度がどれほど厳しく改正されても、それを動かすのは人間だからです。事件を受けて道路運送車両法が改正され、リコール制度の報告義務や罰則は強化されました。しかし、どれほど完璧な制度を作っても、それを動かすのは生身の人間です。これはおかしいと気づいた社員の声は組織のシステムの前にかき消されました。システムが人を黙らせるとき、その重いコストを払うのはいつも路上にいる人々です。だから今もあの暗い引き出しの教訓は私たちに重い問いを投げかけています。H ファイルに記録されていた数万件のクレームの背後にはそれぞれの人生がありました。不安を抱えてディーラーに向かい、問題ないと言われて帰っていった人々です。三菱が恐れていたのはリコールによる一時的なイメージダウンや売上の減少でした。しかし、彼らが最終的に失ったものは、お金で買い戻すことのできない信頼です。一度壊れてしまった組織への信頼は、二度と同じ形に戻ることはないのです。